固定観念、先入観、固着観念。客観的な事実よりも自分の中にある思い込みを優先してしまっている状態。こうであるはずだ。こうに違いない。心の決めつけフィルターが超強力的な。ナスに住むナスと申します。ナレーションがあるということは、はい、そういう回です。この日の起床は4時。まだ太陽が昇る前に静かに支度を始める。いつものようにポットでお湯を沸かし、水筒に入れる。どうせ誰にも会うことはないので歯など磨かない。顔はベタベタしてるから一応洗おう。エチケットは人としてのマナーである。この日の最高気温は20度を超える。朝方は寒いが薄着でもいけそうな気がしている。いざ外に出ると結構寒いことに後悔をしつつバイク置き場まで向かった。しかしあまりの寒さに車で待機。天気予報では雲がなく晴れる予報なのにどんよりとした空。晴れ間を待ちつつ気づけばショート動画でギャルを見ること1時間。これ以上ギャルを見ていたらお昼になりそうなので車で出かけてみる。通行止めも解消されている山のふもとまで車で走らせた。こんな偏僻な駐車場に先客がいた。しかも私よりずっとおじさんが1人。多分あの人もギャルを見ていては時間がいくらあっても足りないことに気づいてここに来ていたんだと思う。つまるところ同士である。ふと携帯の通知に家の防犯カメラの映像が流れた。その映像をよく見ると下界はめっちゃ晴れていた。私は急いでバイク置き場まで戻った。そして現在に至る。今年もやってきましたね。田んぼの水張りフェス。反射した光が綺麗だな、なんて見とれていると容赦なく跳ね上げるトラクターの泥。時速35キロ以下で走る小型特殊が最強のペースメーカーです。信号機がない開放感がある田舎道。それと引き換えにガソリンスタンドもコンビニも一生出てこない。このスリルがたまりません。本日最初の目的地雲岩寺に向かっております。日本を代表する4大道場、松尾芭蕉が一番滞在した地。吉永小百合の CM でとかなんかいろいろあるそうです。知らんけど。川のせせらぎ、風に揺られる木々、鳥の声。芭蕉が立ち止まった理由を探しに来ました。朱塗りの橋を渡ればそこはただ深い静寂に包まれた禅の聖地。急ぐだけの旅はもう卒業しました。大人の休日、栃木の雲岩寺へ。ここが問題のシーンです。エンジンをかけるのにキックを踏んだらパーティーが始まりました。この場合落ち着いてキックすれば炎ごと吸い込むからキック踏んだ方がいいよと友人に教えてもらったことを思い出しました。結果余計に炎上しました。動画を見返して分かったのですが、最初に焦って手で叩いてチョークディスクを閉めていました。これにより不圧で燃料を吸い上げたので炎にガソリンを追加するという機嫌の悪い嫁さんに口答えした状態になってしまいました。こうなってしまっては手がつけれません。目の前の川にバイクごと飛び込むか、酸欠になるまでフーフーするか。その場合歯を磨いていないので効果は抜群です。すでにかけていますが朝準備していたお湯をかけました。マジで助かった。夜道で自転車乗ってる時大声で歌っていたらすぐ後ろに実の姉がいた時くらい焦りました。皆さんも水筒は常に持ち歩いてください。暑くなってきたので日陰に避難して鬼キックをしています。エンジンがかかっても安定しません。というかかぶっています。先ほどの水がフロートに混入してしまったのでしょうか。キャブのフロートを外せる工具を持っていません。しかしレッカーを呼ぶのも待つのもだるい。そして暑すぎる。近くにスタバがあったのを思い出しました。エンジンをかけてアクセルをちょうどいいところで煽ってやれば走れそうだ。私は帰る決断をしたよ。帰ってギャルの鈴、キャブをばらさなくては。たまにバックファイヤすることはあるけど、あそこまで燃えたのは初めてです。
門の前を何往復もしたから罰が当たったのでしょうか。こんなところで撮影するんじゃねって。ごめんなさい。走り出したはいいがバイク置き場まで32キロあります。腕がつりそうです。プラグも問題なさそうです。やっぱり水が溜まっているのだろう。信号で止まるたびアクセルを小刻みに開けてエンストをしないように空ぶかしをしているのですが、この状況を知らない人からすればブン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 うるせえな、だからバイク乗りはって嫌われるんでしょうね。全国のバイク乗りの皆さん、サーセンキャブ内に不法占拠中の悪玉菌を強制送還すべく除菌洗浄を行っていきます。誰の許可を得て入りやがったんだこいつら。姿を現したな、汚らわしい。歯は磨かない。スケベな動画を見る。実に汚らわしい私が入れた義理ではありませんが、男ってやつは大体歯を磨かないし、スケベな動画を見る生き物である。これに関しては異論は認めません。これ何の話でしたっけ？勝った。完全勝利。私の目にははっきりと見える。次にここを満たすガソリンが迷うことなくメインジェットへと吸い込ま。そうじゃないのよ。このご漏れを改善してエンジンをかけたのですが症状が変わらないんです。全然わからない。これ以外考えられないというか絶対にこれだって思っている。燃料が薄いので一応確認のためロースピードニードルを締め込んだらほぼ全締まりしていました。これが原因だ。しかしいつ締めたんだと動画を見返したら多分これでした。ムツゴロウさんが動物はシャワシャするみたいにキャブとじゃれ合っていた時知らずに締め込んでいたのだと思います。その後適正位置に戻したらすんなりかかりました。無意識とはいえここを回しているなんて。頭脳は子供体は大人なあいつでも気づかないぞ。不祥事はいつも一つ。責任感ゼロの名探偵。その名はじゃねえんだよ。あんなにキックを踏んだ時間がアホらしい。今回得た教訓は固定観念に縛られず柔軟な考えをもと。思考を180度変えるのは勇気がいるけど歯ブラシの角度は45度にするのはできる。帰ったら歯を磨こうということです。ご視聴ありがとうございました。